あ、いいですか。はい。ずっと合気道とかでも、丸三角四角っていうところの部分をずっと言ってて、でも明確に答えてる人がいなくて、上島先生の語録見てても正直ピンときてなくて、で、それをちゃんと言語とか体現して説明されてる方、僕の知る限りはちょっと知らなかったので、で、井上先生の語録の中にも、大宇宙の根源が四角ですよ。で、あとさらに、宇宙って、丸い。で、その中に三角があって、で、その横に四角があるっていうふうに書かれてるんですけど、それってどういう意味なのかなって、それを体現するための親衛態度でもあるんだろうけど、その丸三角四角っていうのをどういうふうに、僕らは体現できればいいのかなって。例えばそれ今、天心君がもし体現できたら、それをボクシングの中で体現できたら、ボクシングがまた神事になって面白いかなとか思って、また質の変わるものになるだろうし、ちょっと面白いかな。面白いって言い方がすごい失礼なんですけど、ちょっとずっと気になってたので、ちょっとそこら辺もすごい申し訳ないんですけど、初めてなんで、いきなりその質問をさせていただくのもすごい失礼だと思うんですけど、ちょっとずっと気になってまして、ちょっと教えていただければなと思いまして、すいません。はい。そうですね。どこから喋ればいいのかなというふうに思うんですけれども、さっき畳の話のちょっと追加というか話で言うならば、まさになんで畳の上でお稽古するのかっていう説明の中に一つやっぱり四角のこの畳の上で丸三角を描いていくとそこに宇宙ができるっていう話は私は由井先生から聞いたことがあるので、ちょっとただごめんなさい、記憶がちょっと若干そこが定かではないので、ひょっとしたら私の若干妄想とか記憶違いが入ってるかもしれないんですけども、でもこの畳って四角なんですよ。で、この畳のこの四角の上で、親衛態度の動きとしては、丸の動きも三角の動きも四角の動きもあります。で、それは一番の初歩的な一番目の基本っていうのは入り身っていうふうに言うんですけれども、我々はその入り身のあり方において丸三角四角っていうのがあります。で、そういう入り方があるんですよね。だから例えば、手首取りだったりとか打ち手だったりとか、いろんな全てのその流れにおいてあるんですけれども、同じ持ち方でも三角に入るのか丸に入るのか四角に入るのかで全部技違います。ただ変な話、一瞬素人目で見た時にはほとんど違わないです。だけれどもそこの、意識の違いというか、実際変な話は技をかけられると分かるというか、でそれが親衛態度の動きは井上先生は常に四方に、要するに八方に敵に囲まれてる、八方に敵に囲まれて、なおかつ、後ろの45度の角度のところに一番強い人がもう一人いるんですよ。っていうその9人まで想定して親衛態度の動きだよというふうには、我々教わってまして、でその中でやっぱりそれぞれの他の人の動きによって丸の動きもするし、三角の動きもするし、四角の動きもするし、でそれをこの四角の畳の上でその線を描くことで、まさに宇宙の神話力の力徳っていうことで描いていく。その最初の入り身で生き死にを超えて和合して芸術的な線を描いていくと、この畳っていうある意味キャンバスの上でねっていう表現をされてたんで、ただそれは正直ね、お答えになってるかどうかちょっと言えないんですけどもそういう形ですかね。親衛態度によってその丸三角四角っていうのは描いていくものという、はい、で実際に流れの中でそれは教わってますので、丸よりもやっぱり三角の方が厳しいですし、で四角もやっぱりまたちょっとなんていうね、丸とも三角とまた違ったその入り方になりますので、はい、でそれを実際にこの畳の上で動いてみますと、本当面白いんですよね。全然違うんですよ。やっている最中の自分のあり方が変わってくるので、それをじっくり味わうっていうふうに教わりましたけどね。丸の動きだとこういう感じ方になる、三角の動きだとこういう感じ方になる、四角の動きだとこういう流れになるっていうのを実際に自分で動いてみると、ああなるほどってなる。なのである種だから丸三角四角っていうのは
答えじゃないんですよ。それを実践した時におのずからこっちに湧いてくる話であって、はい。それ自体にはだからそんなに意味がないんじゃないかなっていうのは私の、ごめんなさい、今の私の答えですけど、はい、ひょっとしたらもっとねそこに真理な答えがある可能性の方が高いですし、はい、今のただ私の勉強においては、そうなんじゃないかなって、むしろ自分で実感していくもの、はい、ただその時にやっぱりこの四角い畳の上でやった方の方がよりそれが分かりやすいんじゃないかなっていうのが、おそらく新年タイトルなんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。息にそうですね。あと、井上先生が呼吸ではない息だっていうふうにおっしゃってて、うちは呼吸ではなく息でやってるっていうふうにおっしゃってて、それもずっと気になってるんですよ。大体普通は呼吸合わせるだとかっていう。で、その呼吸も捉え方としては、呼吸法であったりとか、タイミングであったりっていう感じになると思うんですけど、でもそうじゃない息だっていうふうに井上先生がずっとおっしゃってるので、それがどういうことなのかなっていうのもずっと疑問に思ってて、で、しかも、あえてカタカナで書かれているので、だから、音の息の意味と漢字の息の意味ってまた違うので、息に感じると呼吸の息にもなるし、でも、あえてカタカナなので、音としての息の意味っていうのはどういうことなのかなって、そして頭の理解ってちょっと、本当はレベルが低いことなんで大変失礼なんですけど、ただでも多分分かんない人いっぱいいると思うので、言葉にすることってさっきの丸三角四角もすごい、言葉にするのってすごい難しいこと、言葉を超えたことをされてるから、それもすごい分かるんですけど、でも多分言葉じゃないと分からない人たちもいるので、なんかうまくちょっと表現していただけるとありがたいかなとか思いまして。漢字にしたらもういっぱいあるじゃないですか。合気道の愛じゃない、本当はなかったりとか、町の愛だったりとか、今言った、その天に石で愛であったりとか、漢字で、だから書けない部分があるのかもしれないですね。その、息っていう、カタカナで書いた理由とか。その息ということですと、いろいろ話せることはあるとは思うんですけれども、例えば息を合わせるっていう表現してないですよね。はい。いや、そうですね。息を合わせるって聞いたことないですよね。そうですね。ただ、息のあり方というか、息というのはよくおっしゃってましたけども、息を合わせるっていうのは聞いたことないんですよ。で、もっと言っちゃうと呼吸を合わせるなんていうのも聞いたことないんですよ。で、合わせるっていう話で言うならば、表子調子間合いを合わせるっていうことは聞いたことがありまして、表子と調子と間合い、表子と調子と間合い、表子調子間合いを合わせるっていうのは我々の言葉では使うんですよ。表子ってリズムの表子ですよね。調子ってお調子の調子ですよね。はい。で、あと間合い、これを合わせると。で、じゃあその息って話になってくると、おそらくだからそれは、これはごめんなさい、私の考えですよ。井上先生がこうおっしゃってるとかということではなくて、私の個人的な考えですけれども、おそらくそれは意識と、そして気ですよね。それが息だと思うんですよ。で、まさにまた息っていうのは生きることそのものですし、その息ですよね。だからさっき心気体って話もしましたけど、だからこの気っていうものと、あと意識っていうものと合わさったところにもまた息ってあるんですよ。一個その息の中でよく言うのが、一息で線を描くっていうのはありますよね。ありますね。はい。これ流れの稽古のある種基本なんですけれども、この呼吸というかこの息を強いて言うならば、一息で吐きながら最後まで吐き続ける。そうするとそこに流れが生まれるんですよ。だからこの息っていうものと、この親和力っていうものと、あとさっき言ったその生成回復なりっていうものと、一つイコールというか、要するに息を吐いていく中に、またその宇宙の息吹とか、そういったものが重なってくるっていう意味で多分息っていうふうに使われてると思いますし、だからいわゆる呼吸を合わせるっていうことではないんですよ。だから意識っ
的なところの意っていうのもありますし、あと気っていうところの気の流れですよね。だから目に見えるこの呼吸だけじゃなくって目に見えない呼吸ですよね。でそこの部分もおそらく問題視されているので、そのカタカナで息っていうふうに表現されたんじゃないかなっていうのが、ごめんなさい、これはちょっと私の考えなので、まあ、ひょっとしたら間違ってる可能性もあるので、まあ、そこはちょっと留意していただきたいんですけれども、その目に見えるものと見えないものと、まあ、両方の意味もあって、その息というふうに表現されたんじゃないかなというふうに思いますけどね。僕は今経営やってるんですか、やってるんですけど、先ほど教育のお話とかされていて、会社がもう社会の縮図だと思っていろいろ変えていっている最中なんですよ。それでなんていうか、教えるっていうことに対してすごく今敏感になっている、なんていうか、教育していく上での難しさというか、教えるって結局何なんだろうって考えた時に、僕は考えてもらうことだったんですよ。調和を取っていくというか、それがすごく今回こうお話を伺っていて合致した部分だったりというか、その感じたっていう感想になっちゃうんですけど、それがすごく僕はなんとなく納得、腑に落ちたというか、まあ、それこそ死の交渉に共通するあり方だというふうに教わってますので、まあ、ひょっとしたらね、そういう面にもなるのかなと思うんですけどね。以前演舞会に見学させてもらった時にお稽古人の方々とお話しさせてもらったんですけれど、その方々がお稽古で日常の赤を落とすっていうふうにおっしゃってて、日常に活かせるから来てるっていう方もいっぱいいらっしゃってて、でも本当に、ね、稽古を参加されてた方、日常に生かされてたし、思いは、まあ、経験は皆さん違いましたけど、やっぱこうなって健康になったっていう方が多くて、まあ、持病を抱えててそれが良くなったとか、まあ、渡田先生もうずっと長くやられてるから思うところがあって、でちなみにそのね、武道もね、やってね、体を壊すものじゃ何も意味もないと思ってるし、僕合気道自身もね、もちろんビジネスもそうだし、家庭にも活かせなきゃ何の意味もないじゃん。社会不適合者になっちゃうだけだから、言葉悪いけども、親衛態度でお会いした方とかは、やっぱりこう自分で何かダメでこういうところを良くしていきたいっていうね、明確な目標。その方たちはどうやって親衛態度をしたかはわからないけども、なかなかね、宣伝もされてないので、でも確かに皆さん生かされてる部分があるので、まあそういったものをね、教育されているっていう。そういう空気が絶対好きな方っていらっしゃると思うんで。ある意味ね、その宇宙のシマルブの力特語っていうと非常に難しいんですけれども、一つのね、表現として言うならば、その完全なる自然体を目指しているのが親衛態度とも言えるので、だから完全なる自然体っておのずからね、皆さん生まれも違えば両親も違っておのずから違うわけじゃないですか。でその方においてのその自然体っていうものはやっぱりその人において違うわけですし、でもそこが本来その人の一番正しい場所というか、一番いい場所なんですよね。でそういうところに多分戻れるのが親衛態度なのかなっていうふうには気はしますよね。だから結果的に決してね、別に健康を目的に親衛態度やってるわけじゃないですし、だからあくまでもね、この宇宙の島力をということでやってるんですけども、でもおそらくだからその本来のね、自分を取り戻せるというか、で本来の自分を取り戻すのはおのずからそれはね、健康にもなっていくでしょうし、ましてやね、その人自身のその生きる使命というか、まあ、そういったものもね、こうおのずから見えてくるというか、まあ、人から与えられるんじゃなくて自分でそれを見つけていくっていうのが道なので、まあすごくね、シンプルでありながら奥深くて、なんていうんでしょうね、こうわあ楽しいってことじゃないんですけども、こう奥底からこう何ともこう言えない喜びっていうのは確かにあるので、まあね、そういうのがね、一緒に少しでもまあ勉強できたらいいかなというふうには思ってますけどね。非常に今日の話ですごい勉強になることも多くて、今後の僕も人のためにこうやっていくし、その人たちの、まあ、気を良くする、まあまあ、胆力を身につけていただけるような稽古もちょっとここから学ばせていただいているので、引き続き今後ともよろしくお願いします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。